ようございます。お願いします。これはうちで一番定番のお菓子で、おかみサブレっていうサブレになります。おかめインコの形をしたくるみ入りのサブレです。1センチぐらいあります。1センチちょいぐらいです。くるみをローストしてペーストにしたものをたっぷり練り込んで使ってるので、なんかこうサクサクホロホロって感じですね。もともとおかめサブレのお店として始めたので、これが一番うちで大事なお菓子です。バターがたっぷりで、卵は黄身だけ使ってて、お砂糖はきび砂糖、無添加の材料で作っています。私がオカメインコを飼っていたので、鳥の形のサブレを焼いて、でオカメインコみたいにほっぺをつけたら可愛いんじゃないかと思って考えたのが始まりで、それを趣味で焼いたりはしてましたけど、まさか仕事になるとは思ってなかったです私が飼ってたオカメインコで、名前がキビっていう名前だったから、お店の名前もキビズベイクショップにしました。お砂糖もきび砂糖なので偶然ですけど2つの意味になりました。全然お菓子作りとは無縁で過ごしてて、お菓子屋さんになりたかったとかもないし、お菓子作りが趣味だったとかも本当ないんですよ。ただおかめサブレだけはなんかたまに作ってて、それでも本当に年に1回作るぐらいだったんですけど、ある日突然なんかこれを売ってみたらどうだろうみたいになんか思いついちゃって、でやったんですよね。でその時はコロナ禍だったんで通販から始めて、意外と注文が来たりなんかして、すごいなんか面白いと思っちゃって、自分の作ったものでみんなが喜んでもらったり、なんか反応がダイレクトにもらえる、なんか今までそのお給料もらって生活したことしかなかったから、なんかすごい初めてそういう感覚を味わって、なんか自分のしたことがこんなになんていうんですかね、誰かに喜んでもらったりってことあるんだなって思って、でそこからですね、かなりの勢いでお菓子屋になって、でもまだお店できた時もほぼおかめサブレしか作れない人だったから驚かれるんですけど、そこから本当に猛勉強してやりましたね。タルトとかスポンジとか。タルトは季節のフルーツでいつも作ってて、今は桃で作ってます。その時一番自分が仕入れられる美味しいフルーツで作ってます。少し前はブルーベリーだったんですけど、それは自分で農園までお邪魔して摘んでました。すごく美味しいブルーベリーでみんな喜んでくれてよかったです。
ブレはうちのお店にしかないですし、もう私はおかめサブレがなかったら何かで独立しようとは思わなかったと思うから、どうも含めて好きになってもらえたら嬉しいお菓子ですね。これはお客様が作ってくれたおかめサブレです。あ、そうなんですか。はい、おかめサブレキャラクターっぽいところがあるからすごく愛されてみんな絵描いてくれたり、なんかこう刺繍してくれたり、すごく嬉しいです。カスタードの低い温度で焼きます。しまっておきます。やっぱり一番思い入れがありますか？そうですね。このお菓子がなければ自分の仕事を作ろうとは思わなかったので、このおかめサブレちゃんがみんなを知ってるお菓子になったらいいなと思って、おかめサブレならみんな知ってるってなったら嬉しいなと思います。きちんと袋に入れます。通販の時はもうおかめサブレだけで、お店ができた時もまだおかめサブレしかできないような人で、お店できちゃってオープンするぞって頃にようやくって言ったら変ですけどいろいろ作る猛勉強を始めてすごかったですね。でも最初の1年はもう夢中すぎて、もうなんかお店にずっといたので、楽しすぎて全然疲れなかったです。修行とかはしてないですけど、とにかくいろんなもの食べたり、何回も作ったり、本をいっぱい読んだりはして、今のようにどれを食べても美味しいって言ってもらえるようになりました。通販を始めたのが2020年なので、そこから数えると5年以上経ってます。お店始める時にもお仕事辞めるっていうのは決めてたんですか？通販始めた時はまだ辞めるとか本業にするなんて思ってなかったから仕事してたんですけど、でもやっぱ基本的に幼稚園って副業とかできないのですごい悩んだんですけど、自分の仕事ってこういう感じなんだっていうちょっと衝撃的なぐらい面白かったからやりたくなっちゃって思い切って辞めたんですよね。悩んだんですけど、寂しくなるなとか思いながら辞めたんですけど、でもやっぱりお給料が入らなくなるっていうのをあんまり分かってなかったというか、やる気が先走っちゃって、3月末で退職して、あ、そっか私もうお給料って入ってこないんだ、どうやって生きていこうって思って、通販だけだとまだまだ生活できるほどは稼げてなかったから店もないし、毎日おかめサブレを自転車に積んでいろんなところで行商して歩きました。誰もいないような川辺に立ってたりとか結構人気のないところに自転車止めて佇んでたらなんか売ってるのっていう感じで結構話しかけてくれて、いついるかも分かんないのに毎回来てくれる人とかもいたりして生計が立つようになってきたんですよね行商と通販で。今も結構この近所に住んでる子どもたちが多いので、誰か買い物に来てくれたり、保護者の方が来てくれたり、先生方が来てくれたりします。
電すら残して自転車で帰ったりしてたから、店の近くに引っ越したいなとか思ってたんですけど、今はあんまり思ってなくて、その30分で結構気持ちが切り替えられたりするので、今のままでもいいかなって、近くに住んじゃったら本当に帰らなそうだなとか思ったりするので、それが別になんか苦じゃなかったというか、1年目は本当に楽しくって、こんなに喜んでもらえてうまくいってると思ったから、すごいもう体の疲れとか一切感じずやってましたね。でもやっぱり2年目ですごく体壊しちゃって、そこから健康的に続ける方法をすごい考えて今やってます。営業日をギュッと減らしたり、同じ仕事は同じ日にまとめてとか、お菓子食べて美味しいなって思える自分でいないとなって思ってます。健康は誰でもあるもんじゃないから。ひびちゃんがお菓子の道に進めてくれたんですね。そうですね。喋ったりしてましたか？いや、しなかったですね。よく泣いてましたね。でも結構お店にも、うちにも鳥飼ってますとか、文鳥がいますとか、オカメがいますとか言われて、そうするともう仕事そっちのけで話し込んじゃって、写真見せてくださいとか言って。エリーを散らして、食べた時になんか甘いだけじゃなくてちょっと強い酸味が混ざるのが面白くて、こういう風にしてます。隠し味っていうか仕掛けみたいのが好きですね。家帰ってから寝るまで自由時間ってちゃんとありますか？はい、ちょっと運動してから帰ったりすると、ご飯食べて、なんかその日のなんかこうニュース見たり、ちょっとぼーっとして、お風呂入るの好きだから絶対お風呂ためてゆっくり入って、マッサージチェアがあるんですけど、家にマッサージチェアに座ってあーって頭を空にして寝ます
早い時は6時前には店に着いてて、午前中にはあらかた終えて3時ぐらいに帰るとかが理想なんですけど、なかなか終わらないと9時ぐらいまでなっちゃったり、それでも前に比べたら全然良くなったなと思います。ずっといたので、家にいる時間が14時間とかで、家にいる時間が本当に短くて、最初の1年だからテンション高くて全然大丈夫だったんですよ。で2年目に全部出たんですよね。体力も気力もないみたいな日々が結構あったんですけど、やっぱそれだと続けられないから、本当に心を入れ替えて生活を全部見直して、そしたらなんか続けられそうって思いました。結構無理してた時はそんなにもう長くできないんじゃないかなとか思ってたんですけど、時間を短く切り上げられるようにいろいろ工夫したら、なんか別にまだまだできるんじゃないかなって考えが変わったので、本当良かったですその働き方改革と同時に健康第一を掲げて、もう全部変えました。睡眠もすごく時間長くしたし、早寝早起き、ご飯も食べるみたいな無理しないと続かない仕事なんだったら、多分何かが間違ってるんだから、もうそれは諦めた方がいいなっていう考えに変わりました。今の感じなら、まだまだ頑張れるぞっていう気持ちになったのが一番本当に良かったですね。高めちゃん開けてからがめちゃくちゃ大変でしたお菓子が作っても足りないとか、お客様いっぱい来てくれて、作るのが1人だから追いつかなくてっていう苦労の方が多かったですかね。やっぱりお菓子の作り方も今より定まってなかったから、何やろうとしてもとりあえず失敗してたし、お金も借りずに最初は自己資金だけでやりたかったから、あとは自分でできるとこは自分でやりました。焼くのが好き。持っていきますね。お店が開くまでの時間も通りかかる方がいるので、少しお菓子を焼きたてのとか出しとくとオープン時間に来てくれたりするから、そういうワクワク感をしてもらいたいから、私はなるべく見せる時間を長くしてます。避難し方にそのまま乗せたりするとなんかすごく美味しそうに見えて、カチカチと。
正解ってよりかは自分の好きな味になってるかです。どれも全部自分の好きな味で作ってるから、食べ出すと止まらないのがちょっと困ってますけど。結構ちょろっと入れて。よいしょ。最近必ず平日1日は休めるので、もうランニングしたり美味しいもの食べに行ったりで終わりますね。あと整体行ったり。三大趣味のランニングか筋トレか部屋の掃除のどれかをじっくり行って、なんか美味しいもの食べに行ったりして。いいですね。イギリスのお菓子でちょっとしっかり固めのバタースポンジ生地を真っ二つに切って、そこにバタークリームとジャムを挟むっていうお菓子なんですけど、ちょっとアレンジしてジャムを季節のものに変えたり、夏はバターじゃなくてクリームチーズに変えたりとかしながら何かしらいつも作ってて、私は好きで作ってたんですけど、初めてこのお店で食べて美味しかったって言って楽しみにしてくれる方が多いです。一月に結構10回ぐらいしか空いてないですけど、平日もほぼ毎日仕事には来てて、仕込みと製造と通販に追われています。ここを押すと取れるっていうのを最近知ってあ、取れるとか引っこ抜いちゃった毎回引っこ抜いちゃった
季節感も出しやすいので、中のジャム変えたりとかで。結構中に入れるものによって全然表情が変わるので、ベリー系挟むと赤くて可愛いし、ブルーベリーだった時はなんかこう色が紫色で、それも可愛かったです。冷やし甘酸っぱいリンゴとちょっと濃厚バター、はい、美味しいですこれを並べて10%。毎回不安なんですよ。でも今日こそ誰も来ないんじゃないかっていう感じでいつもすごい不安になるんですけど、そんな気はないので今のところそうよかったってなるんですけど、毎回なんかやっぱ心配ですね。なんか
毎週とか定期的に来てくださる方ばっかりで、結構駅からも距離が少しあるし、わざわざ来てくれてると思うので、みんな他になんていうんですかね、他になんかするようなとこじゃないから、だから来てくれた方にはできる精一杯のなんかこう楽しんでもらって帰ってほしいなって思ってます。お店が可愛くしとくのとか、綺麗になんかこう飾っておくのとかもなんかその一つで、なんかお菓子の味だけじゃなくて、なんかここに来ると楽しいなってなってほしいなって思います。いろんなお菓子を使ってます。すごく美味しい。前の日にあげるようにしてて、今週のラインナップで予約とかいただけるので、ゆっくり来てもらえるように。すみません、フランボワーズのおかめまだいます？いるんですよ、2羽。お願いします。はい、一では、応。はい、ありがとうございます。モノタルトが1つと、イタリアスポンジと、美味しい。今日はですね、桃のタルトとビクトリアスポンジと、それからこのおかめサブレのボックスと、それからアールグレイのサブレですね。あと、フランボワーズのおかめも。どれから食べるか決まってます？やっぱりあれですね。今日はタルトからかな。美味しいですね。やっぱりなんかこう生地自体がすごく美味しいので、何を食べても美味しいのもあるし、季節ごとにその具材が変わるものとかあるので、タルトとかビクトリアとかそういうのがまた楽しみで。ありがとう。もう一回行かれるんですか？そうなんですよ。ちょっとまあ一応ヒロミのプレゼント。ありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。またお待ちしてます。桃のジュースを配ってて、よかったら飲みながら見てください。はい。なんか地名です。あ、そうです。こっちが2000円で、こっちが2100円っていう差です。2色用意するか。おかめサブレ試食いかがですか？通常のおかめサブレ2つ。はい。あ、ちょっと待って。桃のタルトが1つと、広島レモンのサブレ。お待たせしました。
入れづらくはなるかな。あ、これはいけそうですね。これね、こうお持ち歩きってあれですかね、持参する感じ、宅急便とかじゃない。あ、そう大丈夫かな。レモンも入りますけど、2個ぐらい入るかな。あ、なんか全然ありですね。はい。はい。大変お待たせいたしました。またお越しください。どうもありがとうございます。ショップのお店はわざわざ来てもらうような場所にあるので、お店に来る道とか、なんかこう少しで着くなとか、可愛いお店とかを想像して、楽しい時間がお家から来てまた帰るまでずっといっぱい続くように考えてて、お菓子が美味しいのとかは、当然なんですけど、なんかそれ以外のところにお店の個性が出るような気がするから、喋る会話とか全部含めて今日できる最大限楽しんで帰ってほしいっていつも思ってます。